あなたの魂はずっと待っていたのです。もう一度あの愛に出会うことを。どうしてこの人にこんなにも惹かれるのだろう。初めて会ったはずなのに、まるで昔から知っているような懐かしさを感じる。ただ目が合っただけで心の奥が震えるような不思議な感覚。それは偶然の出会いではなく、魂同士が再会したサインかもしれません。この地球での人生は一度きりの物語ではありません。魂は何度も生まれ変わりながらさまざまな経験を重ね成長し続けています。そして過去世で深く愛し合った存在、魂の恋人とは時空を超えて再び出会うことがあるのです。あなたが今特別な思いを寄せているその人は、もしかしたら過去世でもあなたの心を震わせたかけがえのない存在なのかもしれません。今回は過去世でつながっていた魂の恋人との再会というテーマで、その不思議な縁と魂の記憶、そして出会いに隠されたスピリチュアルな意味を優しく紐解いていきましょう。第1章、魂の恋人とは何か。スピリチュアルな視点で恋愛を見つめるとき、私たちはただの偶然や相性だけでは説明できない魂のつながりに気づき始めます。魂の恋人とは過去世において深い愛を育んだ存在。何度も生まれ変わる中で再び出会うことを約束してきた特別な相手です。それはいわゆる運命の人とは少し違います。魂の恋人はあなたに幸せだけでなく、気づきと変容をもたらす存在。時に思いもよらない形であなたの人生に現れ、心の奥に眠っていた感情や記憶を呼び覚ましていきます。出会った瞬間に懐かしいと感じたり、なぜか惹かれてしまう不思議な感覚があるのなら、それは魂がその存在を覚えている証拠なのかもしれません。魂の恋人はあなたの人生を輝かせるために、そしてあなたが本当の自分に帰るために再び姿を現すのです。第2章、なぜ今再会するのか。魂の恋人との再会はいつでも起こるわけではありません。それはあなたの魂がある段階に達した時、つまり気づきと成長の準備が整ったタイミングで訪れるのです。あなたがこれまでにさまざまな感情や出来事を経験し、本当の自分を取り戻そうとしている時、過去世で深い縁を結んだ相手が再び目の前に現れることがあります。その出会いはあなたを混乱させることもあるかもしれません。けれど魂の視点から見ると、それは必然。再会はあなたが次のステージへと進むためのスイッチのようなものなのです。なぜ今なのか。それはあなたが変わる準備ができたから。そして二人の魂がもう一度響き合い、新たな愛と学びを生み出すタイミングだからなのです。第3章、出会った瞬間に感じる魂の記憶。その人に出会った瞬間、なぜか胸がざわつく。目が合っただけなのに涙がこぼれそうになる。言葉にしなくても心が通じ合っているような安心感。それはあなたの魂が記憶を呼び覚ましているサインです。過去世で深く愛し合った魂同士は、たとえ姿や名前が変わっていても波動でお互いを認識しています。再会の瞬間に感じる強い引力は偶然ではなく、魂の記憶が再び動き出した証拠なのです。この不思議な感覚は理屈では説明できないもの。でもあなたの内側はちゃんと知っています。この人とはどこかで確かに愛し合っていたと。その記憶がよみがえるとき、あなたはこれまでにないほど深い感情に包まれるかもしれません。それこそが魂の恋人との再会がもたらす目覚めの始まりなのです。第4章、うまくいかないのにも意味がある。魂の恋人との関係はいつも順調に進むとは限りません。むしろ深く惹かれ合っているのに、なぜかすれ違ったり、予想もしなかった形で別れを迎えることさえあるのです。
それは過去世から続く未完了のテーマが2人の間に存在しているから。魂の恋人はただの恋愛相手ではなく、あなたの成長を助ける鏡として最も深い部分を映し出してくる存在です。怒りや悲しみ、執着や不安、その関係を通して湧き上がる感情は魂の浄化のプロセスとも言えるでしょう。そしてそれらを超えていくことが魂の進化にとって必要なことなのです。うまくいかないからといってそれが失敗だったわけではありません。そこにこそあなたが癒すべきもの、そして本当の愛に目覚める鍵が隠されているのです。第5章、魂の恋がもたらす目覚めと変容。魂の恋人との出会いはあなたをただ幸せにするためだけのものではありません。それはあなたが本当の自分に帰るための目覚めを促す神聖なプロセスでもあるのです。その人との関係を通してあなたは気づき始めます。無理をしていたこと、本当は言いたかったこと、そしてずっと心の奥にしまい込んでいた思い。魂の恋はあなたの本質を浮かび上がらせてくれる鏡のようなもの。時に傷つくこともあるかもしれませんが、その痛みすらもあなたの内なる愛を深めるきっかけとなるのです。執着を手放し、許しを学び、自分自身を抱きしめること、それこそが魂の恋があなたにもたらす本当の変容です。この出会いがあなたという存在をより輝かせるための愛のレッスンであることに、あなたの魂はきっともう気づき始めているのです。最終章、この再会はあなたの魂が選んだ愛の旅。この出会いは偶然ではありません。それはあなたの魂がずっと前から選んでいた一つの愛の旅路です。たとえ今世で初めて出会ったように見えても、魂は何度も何度もその人の波動を知っていたのです。時に切なく、時に深く、言葉を超えた感覚で惹かれ合う二人の関係は、この地球でしか体験できない目覚めのストーリーを作り出しています。過去世での記憶が再び動き出し、未完成だった愛が今統合されていく。そこには計り知れないほどの意味とギフトが隠されているのです。あなたはちゃんと魂の約束を果たしています。そしてこれからもその愛の旅を自分らしく歩いていくことでしょう。どうか自分の直感と心の声を信じてください。この出会いはあなたの魂が選んだかけがえのない愛の物語なのです。この出会いは過去世から続く旅の続き。今、遠い記憶が静かに目を覚まそうとしています。魂の恋人との出会いはただの偶然ではありません。それはあなたの魂がこの人生の前から約束してきた再会のシナリオ。出会った瞬間に懐かしさを感じたり、言葉にならない安心感が湧いたり、それはあなたの魂が目覚めのステージへと歩み出す合図なのです。魂の恋人と出会った後、多くの人が不思議な感覚を経験します。現実が動き出すような感覚、内なる葛藤が浮かび上がってくることもあれば、直感が冴え渡り、本当の自分を取り戻していく感覚もあるでしょう。でも、戸惑いや混乱が出てくるのも自然なこと。それは、魂が古い自分を手放し、新しいステージへと進む準備をしている証なのです。この動画では、魂の恋人と出会った後の内側の変化、そして魂の目覚めが加速していく流れについて、スピリチュアルな視点から優しく紐解いていきます。あなたの中にある本当の願いにそっと気づいていく時間となりますように。第1章、魂の恋人とは目覚めを促す存在。魂の恋人とはあなたの魂の深いレベルで約束された存在。この地球でただ恋をするためだけに出会うのではありません。その出会いの本質は魂を目覚めさせることにあります。魂の恋人は
あなたの中に眠っている本当の自分を呼び覚ますために現れます。出会った瞬間、言葉にできない懐かしさや強い引力を感じるのは、魂同士がかつてつながっていた証。そして再会した今、あなたの目覚めのプロセスが本格的に始まろうとしているのです。この関係には執着や依存ではなく、魂の成長というテーマが込められています。時には痛みや葛藤を伴うこともあるでしょう。でもそれはあなたが愛に目覚め、古いパターンを超えていくために必要なプロセス。魂の恋人はあなたの鏡です。そこに映るものをどう受け取り、どう変容していくのか、それこそが目覚めの旅の始まりなのです。第2章、魂が触れ合った時、内側が揺さぶられる。魂の恋人と出会うと、あなたの内側で何かが大きく揺れ始めます。それは恋愛感情というよりも、魂レベルでの共鳴。まるで自分の奥深くに眠っていた何かが突然目を覚ますような感覚です。理由もなく涙があふれたり、会ったばかりなのに強烈な親しみを感じたりするのは、魂がかつてその存在を知っていたから。過去性や魂の故郷で交わした記憶が、今のあなたに静かに影響を与えているのです。この共鳴は、心の奥にしまっていた本当の思いや、抑え込んできた感情を浮き彫りにしていきます。それによって、あなたの内面が揺さぶられ、自分でも気づかなかった本音と向き合うことになります。この人といると、自分が変わっていく気がする。本当はこう生きたかったと、魂の叫びのようなものが聞こえてくるかもしれません。それはすべて、あなたの目覚めが加速しているサイン。魂が触れ合った時、人生の歯車が静かに、しかし確実に動き出すのです。第3章、これまでの価値観が崩れ始める。魂の恋人と出会った後、多くの人が戸惑いを感じます。それは、幸せや愛について、自分が信じてきた価値観が少しずつ揺らぎ、崩れていくからです。例えば、愛とはこうあるべきという思い込み。相手に認められなければ自分には価値がないという古い信念。魂の恋人との関係はこうした枠を超えた深いつながりをもたらします。その結果、頭では理解できない感情に振り回されたり、自分の反応に驚いたりすることもあるでしょう。でもそれこそが目覚めの始まり。本当の愛は条件や形にとらわれない、もっと自由で広がりのあるもの。魂の恋人との出会いはそのことをあなたに思い出させてくれるのです。そして少しずつ気づき始めます。これまで大切にしてきたルールや理想像は本当のあなたの魂から生まれたものではなかったことに。あなたの人生は今大きな転換期を迎えています。そのきっかけとなったのが魂の恋人との出会いなのです。第4章、エネルギーが変わり、現実も動き出す。魂の恋人と出会った後、あなたの内側では大きなエネルギーの変化が起こります。それは目には見えなくても確かに波動が変わっていく瞬間です。何気ない言葉や景色に涙があふれそうになったり、大切にしてきた価値がそっと手のひらから離れていったり、こうした変化はあなたの波動がシフトしているサインです。そしてこのエネルギーの変化はやがて現実にも影響を与えます。人間関係、仕事、住む場所、今のあなたに合わなくなったものは自然と離れていくかもしれません。それは決して失うことではなく、新しいステージへと移行するための浄化のようなもの。あなたが魂の声に従って軽やかに生きるとき、それにふさわしい現実が少しずつ現れてきます。魂の恋人はその変化の触媒となる存在。あなたを変えようとするのではなく、本来のあなたに戻るためのスイッチをそっと押してくれるのです。変化は時に怖さを伴いますが、その先にはあなただけの新しい現実が待っています。第5章、
一時的な離別やすれ違いのスピリチュアルな意味。魂の恋人との出会いは全てがスムーズに進むとは限りません。むしろ深く惹かれ合った後の一時的な離別やすれ違いに戸惑う方も少なくありません。けれどこうした出来事にはスピリチュアルな意味があります。魂の恋人とはただ一緒にいることが目的ではありません。お互いが目覚めのプロセスを進めるために出会っているのです。一時的な距離や葛藤はあなたの内面にある未解決のテーマを浮かび上がらせ、本当の自分と向き合うための時間を与えてくれます。相手を責めるのではなく、自分自身を見つめること。その中に魂の成長の鍵が隠されています。そして不思議なことに、そのプロセスをしっかりと歩んだ時、再び自然とつながりが戻ることもあります。魂の恋人との旅は一直線ではありません。でもどんな時もそのつながりは見えない次元で続いています。すれ違いや離別さえもあなたが目覚めるための聖なるプロセス。今起きていることは全てが意味のあるタイミングで訪れているのです。最終章。あなたはもう目覚めのステージに立っています。魂の恋人との出会いによってあなたの中で何かが静かにでも確かに変わり始めました。感情が揺れたり価値観が崩れたり、それは混乱ではなく目覚めのサインです。魂は目覚めるとき、過去の自分が作り上げた枠を一つずつ外していきます。それは決して楽なプロセスではないかもしれません。でもあなたは今その神聖な扉の前に立っているのです。もう何も足りないものはありません。あなたはあなたのままで十分に準備が整っている。魂の恋人との出会いはあなたが本当の自分を思い出すためのきっかけに過ぎません。本当の旅路はここから始まります。あなた自身の意志と光で歩いていく道です。どうか忘れないでください。あなたが揺らぎながらも選び続けたその一歩一歩がすでに目覚めのステージそのものなのです。言葉にしなくても伝わる何か。それは魂の恋人とだけ感じられる深い共鳴です。ふとした瞬間、なぜか相手のことを思い出す。言葉を交わさなくても心がつながっているような感覚がある。そんな経験はありませんか？それはきっと魂の恋人との間に生まれたエネルギーの共鳴が静かにあなたを包んでいる証です。魂の恋人とはただの理想のパートナーではありません。あなたの魂と深いところで呼応し合う存在。だからこそそのつながりは目に見える関係や距離だけでは測れないのです。たとえ離れていても何かが通じ合っているように感じる。それは偶然ではなく魂のレベルで交わされている対話なのかもしれません。この動画では魂の恋人とのエネルギーの共鳴がどのように感じられるのか、そしてそれがどんな意味を持っているのかを優しく紐解いていきます。あなたの中にあるまだ言葉になっていない気持ちがこの動画を通してそっと形を持ち始めますように。第1章。魂の恋人とのエネルギーの共鳴とは。魂の恋人とは言葉を超えて深いところで通じ合う存在です。あなたがふと感じた懐かしさや安心感、それは前世からの記憶や魂の約束が静かに目を覚ましたサインかもしれません。エネルギーの共鳴とは目には見えなくても確かに伝わってくる感覚。例えば相手のことを思った瞬間にメッセージが届いたり、似たような夢を見たり、偶然のようなシンクロが重なることがあります。それは物理的な距離を超えてあなたと魂の恋人が波動レベルでつながっている証。共鳴は感情や思考を超えた魂から魂へのメッセージなのです。そしてその共鳴をキャッチできるようになるということは、
あなたの感受性が開き始め、魂が目覚めのプロセスに入ったことを意味します。大切なのは、その微細な感覚を信じること。たとえ確かな形がなくても、魂の共鳴はあなたの内側で確かに響いているのです。第2章、共鳴が起こるタイミングとは。魂の恋人との共鳴はいつも起きているわけではありません。それはあなたの魂が準備できた時にそっと始まるのです。例えば、心が静かになった時、ふと立ち止まり、自分の内側に意識を向けた瞬間、また感情が大きく揺れた後や人生の転機の時、そんな特別な隙間に魂の共鳴は顔を出します。なぜなら、魂の恋人とのエネルギーのやり取りは、あなたがありのままの自分に戻った時に最も強く感じられるものだからです。頭で考えている時ではなく、心で感じ、魂が緩んでいる時、その時、あなたは最も本来の波動に近づいています。そして、魂の恋人もまた、同じように自分自身と向き合い、成長のプロセスを歩んでいます。だからこそ、二人の波動が自然に重なった時、言葉を交わさずとも何かが通じたと感じる瞬間が訪れるのです。それは偶然ではなく、宇宙のタイミング、そして魂の約束が今ここで動き出したサインなのです。第3章、魂の恋人とのつながりが深まるとき。魂の恋人とのつながりはある日突然深まるものではありません。それはあなたが少しずつ本当の自分を思い出していく過程の中で自然と育っていくものなのです。例えば、自分の感情に正直になれたとき、自分を責めることをやめ、優しく抱きしめられたとき、そんなとき、あなたの波動は静かに変わり始め、魂の恋人とのつながりもより深く強くなっていきます。なぜなら、魂の恋人との関係は、あなたが自分をどれだけ愛せているかと深く関わっているからです。相手を思う気持ちも大切ですが、同じくらい自分自身を大切にすること、そのバランスが整った時、エネルギーは一気に共鳴し始めます。また、内面的な成長や意識の変化があった時にも、ふと相手の気配を強く感じることがあります。それは魂のどこかでもう一段深いつながりに進もうと決意が交わされたサイン。今のあなたがほんの少し前のあなたと違って見えるなら、それは魂の恋人との距離もまた変化している証拠かもしれません。第4章、この共鳴は魂の成長のサイン。魂の恋人とのエネルギーの共鳴は、ただ特別な人とつながっている感覚ではありません。それはあなたの魂が成長し、より高い波動に共鳴し始めたことを知らせるスピリチュアルなサインでもあるのです。共鳴が起こるとき、あなたは過去よりも自分に正直に愛を持って人と関われるようになっているはず。以前は見えなかった優しさに気づいたり、手放せなかった思いを静かに見送れたり、そうした小さな変化は魂が目覚め、自らの本質とつながり始めた証。そしてその波動が魂の恋人にも静かに届きます。なぜなら、二人は別々の存在でありながら、どこかで同じ振動を響かせている共鳴体のようなものだからです。共鳴が起きたとき、あなたはもう愛される準備ができています。そして同時に誰かを深く愛する準備も整っているのです。それは誰かに与えられる愛ではなく、あなた自身の内側からあふれる魂の愛。魂の恋人との共鳴は、その愛が育ち満ちてきたサインなのかもしれません。第5章、エネルギーの共鳴を育てていくために、魂の恋人とのエネルギーの共鳴は一度感じたら終わりではありません。むしろそこからが本当の始まりなのです。共鳴は育てるもの。
そしてその育て方は努力やコントロールではなく、もっと静かでもっと内側から始まるものです。例えば日々を丁寧に生きること、小さな幸せに目を向け、自分自身に優しい言葉をかけること、そんな日常の中にこそ共鳴を深めるための波動の栄養が詰まっています。また相手にどう思われているか、いつ再会できるか、そうした結果に意識を向けすぎず、今どんなエネルギーで生きているかを大切にしてみてください。魂の恋人との共鳴は、あなたが本来の自分でいようとするほど自然と強くなっていきます。だからこそ無理につながろうとしなくていいのです。愛は焦らなくていい。愛は比較しなくていい。愛はあなたの内側から育っていくもの。そしてその愛が時を超えて相手の魂にも届いていく。それが魂の恋人との共鳴を育てるということなのです。最終章。魂はあなたにぴったりの響き合いを知っています。この広い宇宙の中であなたの魂とぴったりと響き合う存在がいる。そう思うだけで少し心が温かくなりませんか？魂の恋人とのつながりは特別な相手と出会うためだけの物語ではありません。それは自分自身の魂が本来の光を取り戻すための旅路でもあります。あなたが本当の自分に戻っていくとき、そのエネルギーは自然と共鳴を引き起こし、必要な人との出会いや再会の扉を開いていきます。だから今この瞬間のあなたの波動を信じてください。たとえ目に見えなくても魂はちゃんと知っています。誰とどのように響き合うべきかを。あなたが放つ優しい光はきっとあの人の心にも静かに届いているはずです。私はレアリアです。エネルギーが共鳴し合うその瞬間をあなたの魂がどうか見逃しませんように。もし今日のメッセージがあなたの心に触れたなら、高評価やチャンネル登録で応援していただけるととても嬉しいです。そして何か感じたことや体験したことがあれば、ぜひコメント欄で教えてくださいね。それではまた次の動画でお会いしましょう。